滋賀の現代作家展は、地元滋賀県ゆかりの優れた現代作家を幅広いジャンルの中から毎年選定し、作家と作品の全貌を全国に向けて発信する滋賀県立近代美術館独自の新しいシリーズ展です。第1回の今回は、現在滋賀県滋賀郡滋賀町に在住の現代造形作家星野悟を取り上げ、彼のおよそ30年にわたる活動の軌跡を紹介する日本で初めての本格的な回顧展を開催しました。星野悟は1945年新潟県見附市に生まれました。1971年に立命館大学を卒業後、陶芸の道を志し、1974年から1980年にかけて奏泥社の会員となります。大学で美術を専攻していない星野は、奏泥社に在籍していた6年間に陶芸をはじめ美術に関するさまざまなことを学んだといいます。そして奏泥社を離れた後も、伝統的な陶芸の形式にとらわれない造形的なオブジェ作品を精力的に発表し、今日日本の現代陶芸を代表する実力派の一人として高く評価されています。さらに近年では、土と体との関わりを重視した触感的な立体作品を多く制作し、陶芸という枠組みを超え、いわゆる現代美術の領域と隣接する形で国内外で活躍しています。星野悟は1978年から制作が開始された表層深層と題される一連の黒陶によるオブジェ作品によって陶芸作家としてデビューしました。このシリーズは、黒陶の表面に波形模様を施した形態と、黒陶の断面に地層のようにいくつものひだを積み重ねた形態とを組み合わせることで、目に見える作品の表層だけではなく、目に見えない作品の内部構造をも明らかにすることを目指した星野の初期の代表的なシリーズでした。この作品は表層深層シリーズの2作目です。1979年に第5回日本陶芸展に出品され、文部大臣賞を受賞しました。この受賞を機に、星野の名前が日本の陶芸界によく知られるようになり、この作品は星野のいわば出世作と言えるでしょう。シンプルな形態の中に星野の確かな手技が光ります。僕の土は今信楽から、買ってそれを使ってるんですけどね。最近は非常に大きい作品が多いですから、非常に粗い土を、使ってます。でそれになおかつ、傾斜っていう砂状なものを混ぜまして、一層粗い土に作り変えて、使ってます。1983年頃から星野はテンポラリースタイルという新しいシリーズを手掛けます。
このシリーズで星野は土と金網を組み合わせた複数の物体を展示室の部屋全体に配置し、それまでのオブジェ的な作品からインスタレーションへと作品のスタイルが大きく変わり、星野の作品は新たな展開を迎えます。テンポラリースタイルシリーズの中の一点です。金網に土を塗り、鮮やかな金彩や銀彩が施された複数の物体が床や壁、あるいは天井から吊り下げられ、空間全体が一つの作品となっています。部屋の各所に設置されたおのおのの土の構造体は、作品タイトルの通り、夜空に点在する星座のようにも見えます。このような作品において、私たち鑑賞者は作品の中に入り込み、ワイヤーで結びつけられた個々の形態を目で追うことによって、作品が置かれた空間全体を体感することになります。1986年、星野にとって決定的な事件が起こります。当時、制作と生活の場所であった京都府総楽郡和塚町の裏山が集中豪雨によって崩れ、自宅とアトリエ、さらにアトリエに保管していた過去の作品のほとんどを失うという非常に過酷な体験をします。その時に星野は、土のエネルギー、その物質感や破壊力などを身をもって実感し、この体験を機に彼の作品は大きな転機を迎えます。そして1989年、今日の星野の代表的なシリーズとなるアペアドフィギュアを開始するのです。アペアドフィギュアシリーズにおいて星野は、初期の表層深層シリーズ以降遠ざかっていた黒糖を再び手がけ、道具類は一切使わず、作家自身の指や手のひらといった身体的な痕跡のみを土に刻印し、焼き上げ形作るという現在のスタイルを確立します。土に指を一押し二押しすると、土はへこみ、その周りの土が膨らみ、形が変形します。こうしたいわばプリミティブな一連の行為を繰り返すことで、不定形の土の塊からまさに立ち現れる形を星野は作品化していきます。アペアドフィギュアシリーズを制作し始めた初期の頃は、この作品のように板状の黒糖から人の背中などを連想させる像が立ち現れてくる作品が多く見られました。黒を使うことによってですね、黒が光を吸収するっていう色であるという。ですなわちそれを見る人ですね、見る人の視線も、結局人は光によってものを見るわけですから、視線も見えない内部にですね、いざなわれるっていう、そういう効果があると思って使ってるんですね。
U 字型に組み合わされた黒糖が床に置かれています。この頃になると星野の作品は抽象的になり、作品の表面にはまるでえぐり取られたかのような荒々しい指の痕跡がただ残されているだけです。私たち見る者はそれらの痕跡を時には作品の中に入り込んでさまざまな角度からつぶさに眺めることによって、星野が作品を制作したその行為、土と作家とのやり取りに思いを馳せることになります。おびただしい数の黒糖の断片が壁一面を覆い尽くしています。よく見るとその断片には他の作品と同様、土を成形する際の作家自身の指跡が意図的に残されています。スポットライトを浴びて艶やかに光る黒糖の物質感、そして抽象的な形態ながらもさまざまなイメージを私たちに連想させる原初的なフォルムのこれらの作品は、見る者を包み込むような圧倒的な存在感を放ち、思わず作品の前で佇んでしまいます。星野悟の近年の力作2点です。近年の星野の作品は黒糖ではなく黒土焼き締めという技法で制作されています。そのため以前の作品のような黒糖独特の光沢は消え、代わって硬質で艶のない乾いた黒い色の作品となっています。これらの作品はオランダのヨーロピアンセラミックワークセンターで制作されたもので、1200度という高温で焼かれています。今回の個展の会期中、当館のエントランスホールに特別に設置されたこの作品は、床面にばらまかれた陶片の集積と、そこから立ち上がる柱状の物体によって構成された大作です。土の塊をまずですね、目の前に持ってきて、それを一押しするっていう、指で一押しする、もう道具は全く使わずにですね、自分の身体の一部である指を一押しする、そこから始めてみようということで、その繰り返しの中で、土が非常にいろんな動きを見せてくれまして、一つの作品が、形が立ち上がってくるんですね。それをそのままですね見せていこうと。であとは見る人にね委ねようっていう、そういう作り方してます。
星野は近年立体作品の制作と並行してドローイングなどの平面作品の制作も行っています。一見水墨画を思わせるこれらのドローイング作品はフィンガードローイングと称され、一部墨を混ぜた泥を直接指につけて紙の上に押し付けるようにして描かれています。基本的に制作方法は立体作品の場合と同様であり、アペアドフィギュアシリーズの平面バージョンと言ってよいでしょう。会期中当館の行動において作家本人による土を使ったパフォーマンス、泥の中から立ち上がる形を開催しました。その内容はプール状の箱に満たされた泥土の中から泥にまみれた星野自身が立ち上がってはまた泥の中に潜るという行為を繰り返す30分ほどのパフォーマンスでした。まさに泥と格闘する星野のアクションを目の当たりにして、観客は息を飲みながらその一部始終を見守りました。今回の展覧会はアペアドフィギュアシリーズに属する近年の大型作品を中心に、初期の表層深層シリーズの代表作から初公開の新作まで43点の作品によって構成されました。また立体作品のみならず平面作品、そしてパフォーマンスと土と体を使用する星野のほとんどすべての表現を網羅する国内では初めての大規模な個展となりました。星野が人に触れ、野の草に触れ、土に触れ、振動する体を通してこそ世界が現れると語るように、広く自然や人間の体を介して開示される星野悟の世界を体験することによって、世界を成り立たせている物質や私たちが普段あまり気に留めることのない触覚の働きについて改めて考える良い機会となったことでしょう。